ろしくお願いします。早速なんですけど、まずすごいざっくりといいますか、その日本人のプロデューサーが海外の作品にこう携わるっていうのは、その当時もそうですけど今割とあるものなんですか？ポロポロとはありますけれども、勢い数としてたくさんあるっていうわけにはいかないですね。特に最近はなかなか難しいだと思いますね。それはどういった制作委員会という日本独特のシステムによってですね、今気がつかれるかもしれませんけれども、多い映画でも普通なの多いじゃない、ごくごく普通の日本映画がですね、プロデューサーもしくは企画もしくはカタカナのプロデューサーね、もしくは制作総指揮、そういったようなクレジットがですね、1本の映画でですね40人ぐらい出てくるんです。これ全員プロデューサーなんです、英語に訳すと。でだからなんだかわからないんですよ、プロデューサーなんていうのは。ですから今言われたように、昔からよく言うんですけど、日本にはプロデューサーが足りない、プロデューサーがもっと育てなきゃいけないってみんな同じこと言うんですけれども、数はもう実は世界一番ぐらい日本はプロデューサーの数多いんじゃないでしょうか。だからプロデューサーになるっていうのは実はすごい簡単なことで、僕よく言うんですけど、プロデューサーになるためにどうすればいいんですかって言うから、もう簡単ですと、そこから名刺屋行って自分で映画プロデューサーっていう名刺作ってきて、あなたはもう立派にその日から映画プロデューサーですよと。監督だ、映画監督だっていうにはね、やっぱり映画の1本ぐらい作んない、1本も作んないと監督とは言えないし、それからカメラマンっていうんであればね、撮影監督とかカメラマンっていうんであれば、やっぱりカメラ回せなきゃ、それは言えないと。だけどプロデューサーは何にもできなくてもね、名刺さえ作ればもうその日からあなたは立派なプロデューサーだと。だからというぐらいプロデューサーっていうのはジャブジャブと日本にあふれてるわけで、ジャブジャブですか？じゃあその日本のプロデューサーだと言ってる人たちが、今言われたようにこの外国行って通用するかっていうと、それは残念ながら通用しないんですよね。言葉の問題だけじゃなくて、プロデュースとは何かっていうことを知らないで、単に名前だけ、クレジットの名前だけもらってる人たちが多いですから、プロデューサーとは何かっていうことなんですけど、簡単に言えば最終責任取るやつだと思うんですよ。でその覚悟でやんなきゃいけないと思うんですけど、最終責任を取る、もしくは最終決断をする、今の制作委員会のシステムと最終決断ができないんですよね。民主主義ですから、みんなで集まって会議開きますから、会議開いて作る映画なんてみんなろくなもんがないわけでなるほど、ちょっと僕その制作委員会についてちょっと詳しく伺いたいんですけど、いや別に制作委員会と何とかなくてですね、映画配給会社、ビデオ会社、テレビ局、例えば原作の出版社、そういったその映画企画にまつわる周りにいる人たちが、それぞれの自分たちの分野でもってその権利を利用しようということで集まってみんなでお金出し合って、で映画配給会社は映画の配給を、テレビ局はテレビの放映を、その一つのソフトからいろんなものが出てくるわけですけども、でそれでもって手数料をみんな取って、でもちろん投資家としてお金を入れてるわけですけれども、でそれで残ったお金を全部みんなでプールして、これをその出資比率に応じて分けていくと。でこれが全部ほとんど会社ですから、さっき言ったように例えば5社がいると、1人の1社から5人その人の名前を出しましょうと、プロデューサーとか制作だとか企画だとかなんとかってでこうずらずら出てくるわけですけれども、そうするとそれだけで25人になっちゃうわけですね。でプロデューサーがそれだけ増えると。でしかも、そういう合議制です。基本的に合議制ですから、誰かが決めるんではなくてみんなで決めるんですね。したがって一人でも反対があるとなかなかうまく進まない。ところがそのシステムというのは、例えば外国映画って今おっしゃってることで言えばですね、外国っていうのはプロデューサーが最終責任を取る、最終決断権を持っているというのがごくごく普通の常識なんで、日本のその制作委員会方式が悪いっつってるんじゃないんですね。その世界の趨勢っていうか、
ガラパゴス化してるんですね。世界とは全然違う形で日本はそう言っちゃった。ただ非常に問題なのは、アメリカにもそういう最近あんまりやりませんけどパートナーシップっていうやつがありましてですね、アメリカだけじゃなくて世界中にありまして、ただこの場合には、リミテッドパートナーとジェネラルパートナーっていう2つに分かれる。でジェネラルパートナーは基本的に1人で、これが最終責任を取ると。リミテッドパートナーは、限定責任、つまり出資したお金だけに対して責任を取る。その他の起こった事故実験もしくはオーバーバジェットには責任取らないと。だから誰が責任取るかっていうと、そのジェネラルパートナーが責任取るっていうんではっきりしてるんですけど、日本の、政策委員会方式と呼んでいる政策委員会っていうのはですね、実はどういう組織なんだかよくわからないんですね。つまり法人格を持っているのか持っていないのか、実は持ってないんですよ、法人格を。で法人格を持っていないっていうことは、人格がないわけですから、それそのもので決めるわけにはいかないんですね。ですからそうすると決めるのは、その中で一応幹事会社と呼んでいる人がいるんですけど、それが決めることになってるんですけど、これ法的な根拠が何にもないんです。さっき言った外国にいるジェネラルパートナー、リミテッドパートナーという立ち位置と、日本における政策委員会の幹事会社っていうのと、それから普通の他の出資者という間には契約関係はあるかもしれないけれども、何にもないで、法人格を持ちませんので、それぞれの、税務処理なんかはいわゆるパススルーって言いまして、映画に直接お金を出しました。そこから税務上にその政策委員会は一切消費税も払わなければその法人税も払わない。当たり前ですけど、ここに入ってくるお金がここの企業が全部それなりに自分の責任でもって税務処理をやっていくということなんですね。国もね、政策委員会っていう曖昧なよくわけのわからないものを作っちゃったんで、定着しちゃったんで、それを少しやめようと。で、アメリカなんかで多くやってるですね、LLP というですね、システム、これはオーストラリアがやったからよくご存知です。オーストラリアなんか LLP も LLC もあるんですけども、LLP という、リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップっていうのがあるんですけど、これのシステムを作ろうっていうんで、そういう法律を、作ったんですね。一般的に LLP 法っていうのを作って日本で作ったんですけど、誰も利用しないんですよ。せっかくシステム作ったんだけど使いたくないんですか？使いたくないんでしょうね。で LLP もですね、これは法人格を持っているけれども税務上のあれ全部パスする、つまりそれぞれに行くと政策委員会と同じような機能を持っていますし、LLP でせっかく法律そのために作ったんだからやればいいのになぜか嫌なんですね。これが不思議ですね。ちなみに他のアジアの国々ってはどうなんですかね？日本みたいなことやってるところはないです。一般的に映画のビジネスということだけに限れば、ハリウッドの、ビジネスモデルが、全てのビジネスモデルです、一般的には。ただ2つありまして、1つにはそのハリウッドのブロックバスターを中心とした要するにコマーシャルな映画のやり方っていうのは、もう一方でインディペンデントの、昔は大きなインディペンデント映画ってあったんですけど、最近は随分減っちゃいまして、もうインディペンデントっていうとなんかアートフィルムみたいな形になってしまうんですけど、それでもそのアートフィルムの、やっている側面ってあり、これも、これはハリウッドというよりはアメリカのインディペンデントがの、ルールって言いますか、なんとなくの取り決め事がそこに通用しているっていうのがありまして、いくつか組織がありまして、ハリウッドに MPA ってモーションピクチャーズ・オブ・アメリカっていうのがモーションピクチャーズ・アソシエーション・オブ・アメリカっていうのがありまして、 MPA ってアメリカで言ってますけれども、その論理が我々大きなコマーシャルな映画に関してはそこの論理が大体通用していると。それから一方でそのインディペンデントの映画のルールみたいなものっていうのは、IFTA っていうですね、IFTA っていうですね、インターナショナルフィルム&テレビジョンアライアンスっていう
組織がありまして、そこがいろんなものをやっていて、で、オーストラリアを言われたのご存知でしょうけど、何か物事が起こった時に裁判ではなくてアービトレーションという和解、をやるということその IFTA が中心となって和解やったりとかいうんで、ルールは多分大きく分ければ2つ、ハリウッドルールと IFTA ルール、この2つで、これはもうアジアでもどこでも日本以外はほとんどがそのルールでもって動いているっていうのが現状です。はい、なるほど。ちなみにスモーク公開は確か95年でした。そのくらいですね。で、公開はそうなんですけど、資金集めのあたりのちょっと話も伺ってきたんですけど、その当時っていう状況で、日本は今おっしゃってたような政策委員会方式だったんでしょうか、当時から。その頃も日本はややそれに近かったですね。今みたいに何でもかんでもどんなちっちゃな映画でも全部政策委員会って名前がついてるようなことはなかったですけれども、でも政策委員会がほとんどでしたね、やっぱり。そういった文化の中で、活動されてたわけだと思うんですけど、そこからいわゆるスモークっていうのは全く違うアプローチの作り方だったんですか？僕はもともとですね、映画を作るっていうのは僕は配給から入ったものですから、そのハリウッドルールもしくはイフタルールを使ってやるっていうことはごくごく普通のことだと思ったんで、あんまり日本的な慣習に縛られてなかったっていうことがありますね。僕がその初期の頃に会社に勤めてサラリーマンやってた頃にやった実際の現場をやったりいろんなビジネスをやったりした映画というのが代表的なものでいうと大島渚さんの「戦場のメリークリスマス」っていうのと、それから黒澤明さんの「ラン」っていうのをやったんですけども、この2本とも「戦場のメリークリスマス」はイギリスとのおよびニュージーランドの合作完全な合作映画ですし、今に至るまで一番最も成功した合作映画だと思うんですよ。作品の出来上がりとか、ビジネスとか、それから人々の輪みたいなものも含めてね、一番うまくいった合作映画で、いまだに30年経ってもまだあれが一番成功した例だと思うんですけれども、それがそうだったし、それから黒澤さんの「ラン」はフランスのセル・シルベルマンという大変有名なプロデューサーが参加して、一応形の上では日仏合作だという、もう出てるのはもう全く日本映画なんですけれども、でそういったようなものでやってましたので、スモークをやる前に何本かやってましたけれども、そういうふうなシステムで映画を作るということに違和感は全くなかったですね。ただし違和感はなかったですけど、実際にやるっていう時にですね、英語映画じゃないとねマーケットが小さいんですよ。で例えば日本映画でやるとですね、最近は少しは外国に売れるようになり始めましたけれども、やっぱり日本だけがマーケットなわけですね。そうすると日本でマーケットで競争しちゃいますとね、はっきり言って東宝に勝てないんです、どうやったって。ですから僕らとしては僕なんかがやってた時っていうのはごくごく普通にその IFTA のメンバーたちがやってるインディペンデントの連中がやっている、どっかの配給会社に配給権を先に売って契約書をもらって、でその映画その企画にコンプリーションボンドっていう完成保証っていうのをつけまして、でそれでもってそれを担保で、それによって契約書の担保力を、つまりいくら配給会社が契約を代わりに交わしてくれたとしても映画ができなかったらお金くれませんから、でお金は後になりますよね、いずれにしても。そうするとそのお金は後のお金っていうのはいくらもらっても映画作れませんから、1年後にいくらあげるよって言われても映画作れませんから、そうするとそれをそのコンプリーションボンドっていう完成保証っていうのを入れることによってその間をつないでですね、その契約書を担保に銀行がお金を貸してくれると。でそれでプロデューサーは我々が自分のリスクでお金を借りて、担保はその契約書ということで、それで映画を作って、で映画が出来上がったらちゃんとデリバリーみんなに渡してお金をもらって、それを銀行に返して、で残ったお金は儲かりましたっていうことを、単純なことをやったんですけれども、でそれは僕なんかやってる頃ってのはごくごく普通の
感じでやってまして、だけど本当に残念なことにもう誰も真似してくれないんですよね。僕今それを聞こうと思ったんですよ。それがこうどう広まっていくのかっていう。いや広まっていかなかった全然で、僕も悩みました。というのは誰も真似しないってことは大体良くないんじゃないかといや本当にそう思いました。誰でも真似してくれなかったです。それは真似できないっていうもんでもないんですよ。そんな割にシンプルなことなんで真似できるんですけどね、誰も真似してくれなかったですね。なんでなんでしょうね。なんででしょうかね。まあ分からないな。ビジネスマインドっていうか日本だけはちょっと特殊なんですよね。だから僕は別に英語もうまくないし外国で勉強したわけじゃないし、でもよく言われることはね、やっぱりで僕自身も他の人を見て思うことはインターナショナルセンスがあるかどうかなんですよね。要するにセンスがないのはダメなんですよはっきり言って。これは例えば俳優にしても監督にしてもみんなそうでしょうけど、別にだからといって日本じゃ映画作れればいいってやつそれまでの派手な話なんだけど、外国でやる場合にやっぱりねやっぱりそれがないとねでそれは向こうに長くいたからとか短くいたとか英語ができるとかできないとかいうこととはちょっと違うような気がするんですね。もちろん英語ができることは重要なことですしコミュニケーションが取れないとどうにもなりませんけど、そのセンスがあるかないかっていうのはねちょっとなんか違うような気がするんですけど、ちょっと説明しにくいんですけどね。なるほど。ちょっと話が戻るんですけど、はい、実際スモークの時の資金集めっていうのはどうだったんですか？これはその前に何本か僕がやってましたんで、それなりに実績なんて言っちゃ偉そうに言っちゃいけないけど何本かあったわけで、それの人脈を使ってね割に軽く考えてお金集まるだろうみたいなね軽く考えていたんですけど、やっぱりなかなか集まらなかったですね。それで最初は本当に時間がかかりましたけれど、アメリカので作ろうって言ってウェイン・ワンがその映画の前に作った映画って全部もう小さなインディペンデント映画なわけですよね。でところが僕らのスモークをやろうって決まってから後にですね、彼のところにディズニーからジョイラック・クラブというですね、割に大きな映画の結果的にはスモークよりも予算が大きいような映画なんですけど、それが来てで彼はそういう意味ではメジャーデビューを、果たしてしまったわけですね。でそれですから前みたいに僕らよく言うクレジットカードムービーっていう言ってたんですけど、クレジットカードの限度をいっぱいまで使ってね、それで映画を作るというですから多分せいぜい100万円とかね、日本円でいうと1万ドルとか2万ドルとかいうところでクレジットカードムービー作ってた。ウェイン・ワンもそういうタイプの監督が、クレジットカードムービーって言っちゃかわいそうだけどもうちょっと街並みを作って面白いですねそれでそのジョイラック・クラブを作ったという実績をもってしてもなかなかお金が集まらなかったと。で僕は多少甘く考えててなんとかなるわと。で特にソニー・ピクチャーズ・クラシックスっていう配給会社があるんですけど、ソニー・ピクチャーズ・クラシックスは、多分やってくれるだろうとすっごい僕は甘く考えてね、それでいたんですよ。でシナリオができて、とりあえずシナリオを作んなきゃってシナリオを作って、それポール・オースターに頼んだらポール・オースターがやってくれるっていうんですっごい嬉しくてですね、でとにかく彼の作ってくるものをね途中でこっちがああだこうだなんて言うわけにいかないから、とりあえずできてきて読んで、できてきたものにしかやっぱり意見言えないですからね。で意見言ったりなんかしてでいろいろ時間がかかったんですけど、とりあえずできてくる途中での3項目か4項目のシナリオの段階で、じゃあちょっとこれでもう本格的に回ろうとしたこのシナリオでって言って回り始めて、でさっき言ったソニー・ピクチャーズ・クラシックスとかそういうアメリカの配給会社をまず最初に行ってでやってくれって頼みに行ったんですけどね、
僕は一番当てにしたソニーピクチャーズクラシックスに断られましてね、今でも僕友達なんですけどマイケル・バーカーって今でも社長やってるのがいいんですけど、それもう30年以上社長やってるのそういえば長いですね。長いですね。最初に社長やった時22歳ですからね。バリバリじゃないですか。それはすごいですよね本当に。で彼とは僕さっき言った黒沢さんのランの時に、黒沢さんがキャンペーンやってソニーピクチャーズクラシックスの前身でオライオンクラシックスっていうのがあったんですけど、そのオライオンクラシックスの社長をそのマイケル・バーカーっていうのをやってて、で結果的にソニーアメリカに買われて、その会社がソニーピクチャーズクラシックスって名前変えたんですけれども、そこのトップをやってた今でもやっているそのに、ランの時に僕は黒沢さん連れてって、連れてっちゃいけないね、ついて行ったわけですけれども、すごい仲良くなって、結局僕はもともと宣伝マンの出身なもんですから、向こうの宣伝の苦労がよくわかるんですよ。でそういうそのマネージャーみたいなやつがくっついてきてですね、大体こいつらに流されるんですよ。その俳優当人が生意気だとかね、監督が嫌なやつだとかいうこと以外に、その周りにいるやつが嫌なやつで手がかかるやつっていうのは結構多いんですよ。でそういうの分かったから、そういうのだけはしたくないからきちんとやってあげようと思っていて、でそういうのよく分かってたんで、すごくなるべくきちんと対応してあげようと思ってやったのが、それがどうも通じたらしくて、それ以降すごくそのオライオンクラシックスの連中と仲良くなって、それで僕は NDF って会社をその後作ってやり始めたんですけれども、その時の第一作が「ハワーズ・エンド」っていう、映画でして、でその「ハワーズ・エンド」が実は今度さっき言ったソニーに買われて、オライオンクラシックスがソニーピクチャーズクラシックスと名前を変えた時の第一作だったんですよ。それはNDF でのやったやつが、それでまたあったっていう話になって、でそのソニーピクチャーズクラシックスの第一作目のそのハワーズ・エンドがすごいヒットした、アメリカヒットしたんですけれども、その時にそのマイケル・バーカーっていう社長がね、もうとにかく今までのオライオンクラシックスからずっと今まで来る歴史の中で最高の成績を上げたと言って大喜びしてたんで、ところでその前のね記録は一体何だったのって聞いたらね、お前バーンと叩いて「何言ってんだよお前」って言ったら「ランだよ」って言うんですよ。ランがそれまで記録持ってたんです。それをハワーズ・エンドが破ったと。で両方とも僕は関係してたっていうんで、ですごい彼は感謝してくれて、でそういう関係があったもんですから、僕はスモークの時にはソニーピクチャーズクラシックスがね、多分最悪やってくれるだろうと甘く考えてたんですよ。でそうしたら断られましてね、でそれから大騒ぎです。それまでは結構余裕あったんですよ。マイケルの頼みは何とかしてくれるみたいなこと思って、そんな甘いもんじゃなかったんですけどね。でダメで、それでいろんなとこ行って、一番行きたくないミラマックスっていう会社へ行きましてでもうしょうがないと、もうミラマックスでもいいやなんて偉そうなことしちゃいけないんだけど、結果的には。で結果的にミラマックスにお金出してもらって、それでちょうどミラマックスがその前に僕はそのハワーズ・エンドと同じ頃に「クライン・ゲーム」って映画をやってまして、そのクライン・ゲームをミラマックスがアメリカ配給してもらってたんで、一応顔は知っている程度だったんですけど、知ってはいたんですけど、それで結果的にミラマックスになりまして、でもちょうどその前にミラマックスがディズニーの子会社になったんですよね。ディズニーがミラマックスを買ったんです。だもんですからミラマックスの契約書っていうのが昔は大して信用なかったのが、すごく信用がディズニーの裏書きがついたがめに信用が出ちゃって、それはいいとこだったんですけれども、そのおかげで、すごい金利安く借りられまして、お金が全額借りました。ミラマックスが500万ドルの契約書を出してくれて、でそれに対して我々500万ドル
当時バンク・オブ・カリフォルニアっていう東京今の当時の三菱銀行今の東京三菱 UFJ の、子会社子銀行だったバンク・オブ・カリフォルニアから全部お金を借りて子銀行だったんですか。はい買ったんですよ。あの頃、まあ、バブルのもう直後ぐらいですから、まあ、とにかくソニーはソニーピクチャーズコロンビアを買う、松下は MCA を買う、ロックフェラーセンターを三菱商が買うっていうようなね、もう、すごいなんかカリフォルニア全部日本が買うんじゃないかって言われてたようなね、あのすごい時期ですから。あとあれですよね、お金が先かそのキャストが先かみたいな、その辺のジャグリングがすごい難しいのかなと思うんですけど。そうですね、これ今でも難しいんですけどね、特にアメリカというかアメリカだけじゃないですけど多いのがペイオアプレイっていう契約がありまして、これはある俳優監督もそうですけどそういう名前をですね使った場合にこの企画を映画になろうとなるまいと金は払ってやるって約束をしなければならないですよ、ほとんどの場合。でそうしますと何が起こるかというとその代わり役者の名前使っていいです。そのところにどっかへ持っていくという、この俳優とあなたとペイオアプレイの契約をしましょうって言ってやりますと、契約しますとですね、お金払う義務はこっちはもちろん持つんですけれども、その代わり名前使っていいんですね。でお金払わないと名前使っちゃいけないんですよ。つまり早水さんが主演しますっていうことを言っちゃいけないんです。ここの配給会社行って誰が主演なのって言っちゃいけないですね。ところがそんなんじゃ僕らの500万ドルの映画なんかできないわけですよ、当然。お金が足りませんから。でまともに払ったらウィリアム・ハートのお金だけで1本飛んでいっちゃうんですから、とんでもない話で、そうすると俳優個々に、頼んで、悪いけどあなたの名前使わせてくれっていうより出てくれと、この映画に出てくれて一緒に協力してくれと。でお金はギャラはあんまり払えないと、大したお金は払えないけど一緒にやってくれないかって頼むしかないわけですね。でそれをウェイン・ワンとポール・オースターの2人、僕はもう役に立ってませんけどがかなりやってくれたんですよね。それでこれはまあこの前恵比寿のガーデンシネマでちょっとお話したんですけれども、当初決まってたのはトム・ウェイツとティム・ロビンスだったんですよね。でその2人でもってミラマックスの OK 取って、それでただその時に契約書にはですねペイオアプレイができないんで、つまり札束で面引っ張りくっていうのはできないんでA リスト B リストっていうのを作りまして、で契約書の中にかなり細かく書いたんですけど A リストがこの人この人この人って67人書いてありまして、この67人だったらば後で文句言わないと、ミラマックスはやると。それから B リスト、これまた67人書いてありまして、これではの場合には一応ミラマックスの了解が必要だというようなことを具体的にそういうふうに書いてありまして、 A リストの中に、それぞれの役で A リストですから、主役はまあ主に2人ですから、まあ67人ずつ全部両方合わせると1415人の人間の名前が載ってるんですけど、その中に載ってるのを順番にティム・ロビンスと彼がダメになった後はですね、そのウィッシュリストにA リストに乗っかって順番にやり始めたんですけど、その最初にティム・ロビンスがダメになって、でウィリアム・ハートという話で言ったらウィリアム・ハート OK してくれて、やれやれと思ったらあいつがいなくなっちゃったんですよ。トム・ウェイツがいなくなっちゃったんで、それで慌ててハーベイ・カイテルに変えたっていう変わったという、これは完全に行方不明になってたんですよ。あるんですね、そういうことが。まあトム・ウェイツはね公式のって言ったらおかしいけど俳優ではなくてやっぱり歌手ですから、
行方不明だった。いやでどうもねバーモントの山荘にいるらしいって言うんですよ、だけど誰が行っても出てこないっていうはいはい。それでジム・ジャームシに頼んで、ジム・ジャームシは大親友なんで、ジム・ジャームシ僕ジム・ジャームシのかみさんっていうかみさんじゃないなガールフレンドとも一緒に仕事やってたんで、ジム・ジャームシとも仕事やったことあるんで、ジム・ジャームシに頼んで、頼むとその山荘にいるはずなんとか連絡取ってやってくれってでジムがやってくれてバーモントまで行ってやってくれたんですよ、で会えたらしいんですよ。だけどもうダメだとなんかね奥さんに捨てられたらしいんですよ。あ、なるほど。はい、でそれでねなんか落ち込んじゃってね中にずっとやんなくて、それで結局あの映画見ていただくと分かるんですけど最後にトム・ウェイツの曲が入ってるんですけど、あれただでトム・ウェイツがお詫びの収支にくれたんですギリギリで彼降りちゃいましたから。なんか面白いって言っちゃあれですけど、まあ多分その時はもうね地獄のような日々だったと思うんですけど、なんか今の話がそのまま映画にしたらヒットしそうな気がするんですけど、でもトム・ウェイツ可愛かったですね。いいなと思いましたよね。やっぱりちょっと奥さんに捨てられてその山の中にこもっちゃうとかね、あれがいいですよね。理由がねちょっとすごいですよね。でもジム・ジャームシもちゃんと言ってくれましたからね。ジム・ジャームシに言ってもらうってすごいですね。ジム・ジャームシにはお礼はしなくていいんですか、そこは。お礼はしなかったですね。ありがとうってことで。ありがとうみたいな。NDF についてちょっとお伺いしたいんですが、なぜそもそも作ろうと思われたんですか。まあさっきもこれも言いましたけれど、僕は配給をやっていて、その配給会社から制作の方へ移っていったもので、その配給会社の業務の中で外国から買うという作業をやっていたわけで、その買う側の方は、その当時日本は大体 10% と言われている。そうすると制作費が2000万ドルですと。そうすると日本は大体目安が200万ドル。その200万ドルの金をねできてない映画を監督と役者だけの名前を頼りにね買ってるなんてこんな危険なことないわけですよ。これをねだって役者が集まったからっていい映画になると限らないわけでね、いい監督だからっつっていい脚本がなかったらいい映画にならないわけで、怖いわけですよ。でもねそれやらざるを得ないんです。それやらないとライバル会社は負けますから、だからやらざるを得ないっていうそういう状況の中で仕事してましたから、でもなんかおかしいなと。当時は割とそれがもう当たり前です。はい。だから逆に僕らはインディペンデントのプロデューサーとしてもそういうところが方々からお金を集めて、お金っていう契約書取って、それを銀行持ち込んでお金に変えてっていうことでできたわけですから。だからそれやるのが割にスムーズだったのはそういうことを僕やってたからだと思うんですけれども、そういう中でねやっぱりどうも日本の僕ら MG っていういわゆるミニマムギャランティーっていうですね最低保証金額っていうのが高すぎるだろう 10% ですぐこれ3000万ドルの映画だから日本は300万ドル出せとかね、でそれがケースによっては 12% ぐらいあったり。ケースによってはもともとの制作費をだまくらかしてるケースもあるわけじゃないですか、要するに3000万ドルだって言ったけど実際2000万ドルしか使ってないとか、それで3000万ドルの 10%300 万ドル出せっていうと実際2000万ドルでできるんだとすれば 15% 出してることになっちゃうわけですよね。でもうちょっと踏ん張ってね 20% 出せば権利の一部を我々持てると。だから10% 出すくらいだったらで自分たちがプロデューサーとして参加すればさっき言ったコンプリーションボンドの書類とかそういうの全部アクセスできますから秘密でも何でもないから、そうすると本当の制作費もちゃんと分かるわけです。そうするとその3000万ドルこの映画がかかってますよって言ったのが本当か嘘かも分かるわけですよ。でそうするとねほとんどの映画がね実際に言ってる使ってるお金よりも高い値段で言ってますから、だったらそれで今までの 10% でね
権利に関与できるんじゃないかと、その 20% ぐらい自分のところによこせっていうこと。というんでNDF っていうのを作ったんですけどね。ですからもともとはそういったことよりも自分たちでディベロップメントをしようと企画を開発してプロデュースをしましょうというのがもちろん、あったんですけども、その後ろの流れの中ではそういう風潮が全体にあったということなんでしょうね。だからLDF はそういう意味では作って、正式な会社名が日本フィルムディベロップメント&ファイナンスっていうですね長ったらしい名前なんですけど、本来は NFDF じゃなきゃいけないんですけど、なぜか NDF って言って面倒くさいもんですからね、フィリピンのあれとゲリラと同じそうなんですか名前でしたけどね、誰かが現代用語の基礎知識で LDF 出てるよすごいねってこれ「そう」っつって見たらなんだよフィリピンのゲリラ組織じゃないかでも略しちゃうとなんかいろいろ出てきそうですよね。確かに今の例えばじゃあ日本国内だけで成立させようという動きっていうのはどうなんですか？そうですね、成立できるところはいいですけどね、でもできない人が山ほど出てきちゃうんで、これだけ映画が作りやすくなってデジタルでですね映画が作りやすくなってきてる一方でですね、本当にその出口が混雑して、なかなか今うまくいかないっていうケースが多いですから、とにかくやっぱり日本の今インドを超えてひょっとしたら世界一になってるかもしれないっていうぐらいの本数日本は作ってるわけで、それいくら作ってもいいんですけど、それがちゃんとマーケットっていうかね人々に見られてくれればねいいんですけど、見られないで、ほとんど見られないでというような映画がどんどんできてきちゃうっていうのはあんまり健全だとは正直と思えないんで、どうなんですかね。今日本だけであれですけど、いきなりじゃあ小さな映画をね外国へ持って行って商売になるかって言ったらならないと思うんですよ、そんな簡単には。むしろ日本の場合、ブロックバスター、例えば最近で言えば「君の名」みたいな、そういったようなアニメーションみたいなものがむしろ外国売れる傾向にあって、その中で小さな良質な日本映画が外国へ売れましたと、ビジネスとして成立しましたっていうのはあんまり聞かないんで、だから強いやつはどんどん強くなるんだけど、弱いやつはどこまでも弱くなるっていうねというふうになってきてるような気がするんでね、あんまりそう楽観はできないなっていう気はしますけどね。それはなんか変わっていく何か必要性っていうのはあるんですかね。どうなんですか。今のままの方がいいんですかね。いや僕はやっぱり変わっていくべきだと思いますしね。で例えば中国、4年前ぐらいに日本と興行成績が追いついたっていうことで話題になったんですけど、それがその翌年に抜かれて今じゃ日本の4倍になってますから、ですからすぐ隣にねそんな国があるのにほっとくのはもったいないなっていうのはありますよね。今だいたい8000億円の興行収入年間いってますから。合作を作った場合にそれこそ先ほどおっしゃってたようにもう完全に日本人のキャストで日本のロケで日本人の全部コンセプトもストーリーも何もジャパニーズっていうのは成立するんですか？もちろんしないとは言えませんけれどもしにくいでしょうね、やはりね。理由があんまりないですからね、例えばマーチン・スコセッシが作った「沈黙」にしてもやっぱり日本人がほとんど出てますし、やってますし、で、あれは一番最初は日本で作ろうっていうんでやってきたわけですけど、それがちょっと高い、日本は高すぎるっていうことでニュージーランド行って、ちょうどニュージーランドでラストサムライ撮ってやっぱり評判良かったもんだからっていうんで行って、で結局それもダメになって、でまた台湾で撮ろうっていうんでやって、今主には台湾で撮ってるのが今の沈黙なわけですけど、でも俳優なんかは日本から行ってますよね。さすがにハリウッドでお金がありますから。
まあそういう意味ではそういう企画がねちゃんとあれば別にできないことはないだろうとは思うんですけどね。で例えば「君の名は」が、外国でヒットするということだったら、あれはかなり絵的には日本的な絵ですから、バックはまるで日本ですからね。だからそれが通用しないっていうふうに断言するのもちょっと間違ってるような気もするけど、ただいずれにしても映画というのはやっぱり僕は文化であってほしいし、ありたいと思ってるし、で文化っていうのは何かっていうと、やっぱり国というもの、国とは言わないけど風土っていうものをですね、やっぱり背負ってるものだろうと思うんですよね。やっぱりそれが当然のことながら出てくる、表に出てきますから、結局は。だからやっぱり僕らは日本から離れられないから、その中で勝負していくしかないんで、それを無理やりね外国的にアジャストしていこうとか、ことさらに日本の何かそういうね側面を取り上げようとか、そういうことをしても意味がないんじゃないかっていう気がしますけどね。割に自然体のままやって、普通に自然体のまま出てきたものを、結果受け入れてもらえるかどうかっていうのはその次の問題だって気がしますけどね。こうやったら受けるんじゃないかとか言って受け狙いするとね、多分外れますよ、と思います。長年の経験でそれは。そうですね。センスというか。そうですね。それはねやっぱり何回も失敗してるんですけどね。やっぱり流行を追いかけると大概失敗しますね。一番ね僕らダメなのはね、ブーム、映画っていうのはね、そのブームに乗っかるのは実にね、ブームを自分で作り出すのはなんとかなるんですけど、ブームに乗っかるのはできないんですよ。というのは今時代が早いですから、3ヶ月から半年で、もっと極端に言って1ヶ月ぐらいでその流行は去るんですよね。とね、去った直後のねものをやることほどね、寂しくてねわびしいものがないわけですよ正直言うと。で僕何本かでね失敗してるのがあるんですよ。それでやっぱりちょっとたまには金儲けしなきゃいけないなとちょっと儲かりそうなやつやろうと、今まで今こういうのが立ってると、じゃあこういう企画があるからこれでやろうか、それやったやつ必ず失敗しますね、僕の経験では。そういうねやっぱりそこの見えたね浅いことやるとね、本当にダメですね。あと一時期インディーズがバーって来た時に、いわゆる日本からジャンルもののを海外にどんどん売り込んでいこうみたいな動きもあったと思うんですけど、あの辺はどうだったんですか？そうですね、確かにホラーなんかはね、相当に出て、で実際リメイクもされてますし、それから映画そのものも上映されてよかったりなんかしてますけど、でも大概儲けてるやつは間に入っている外国人で、日本の人間がすごく儲けたっていう話はあんまり聞かないですね、残念ながら。ですからドラえもんが中国で大ヒットしてる、例えばね、で今アニメが今というかここ十数年すごいわけですけれども、それでも儲けてるのはその間に立っている人が儲けてますね、ほとんどの場合。最近ちょっとネットの記事でも出てたんですけど、ある監督さんが話されてて、制作側にお金が落ちにくいというか、そういうシステムの話をされてたんですけど、それは具体的にはどういう？さっき言った制作委員会だからですよ。例えばさっき言ったような、僕が仮にスモークでやったようなやり方でプロデューサーとして僕は自分のリスクでお金を借りて、ただし配給会社からそうやって契約書を出してくれる、それを担保に持って行って銀行からお金を借りていけないということは、僕がリスクを背負ってるわけですね。僕がお金借りてくれる、いくら契約書を出してくれたって言ったって、彼らはそこまでしか責任持たないわけですから。で僕らは責任持ってるわけですから。でだから僕は最終決定者だったし、お金も逆に言えば当然もらえるんです。でプロデューサーの役割って何かって言いますと、お金をもらう係じゃないんですよ、プロデューサーっていうのは。
プロデューサーってお金あげる係なんです、正直言いますと。でところがね、日本の場合みんなプロデューサーお金もらう人だと思ってるんです。ということはギャラでやってるってことなんです。でということは最終責任者はね、ギャラっていうことは雇われてるわけですから、ギャラもらうってことは雇われてる人間が最終決定者であるわけがないわけですよ。だからもともとねおかしいんです。最終決定者でありたいんであればギャラはもらうんじゃなくて自分が払う側に立たなきゃいけない。で払う側に立ったって別に個人的にお金持ってるわけじゃないですから、で予算の中にそれが入っているか、さもなければ後から利益配分が来るものをですねみんなに渡すか、これしかないわけですよね、こっちのリソースは。でそれをやるべきなんです。でそれをやるべきだし、また外国はそうやってるんです。で一般的に言えば僕らの場合は、例えば僕がアメリカでやった場合には大体、もちろん出資費とかそういうもともとかかったお金っていうのは引いてから後の話ですけど、いわゆる利益ですけれども、利益の 50% はプロデューサーにくれます。でそのプロデューサーがもらって、それを僕が監督にじゃああんたに何パーセントあげるよ、主演の俳優に何パーセントあげるよって言って、それ配る係ですからあげて、で残ったのは、僕の手元に 3% 残りましたとか 10% 残りましたとか 1% ですとかいうことになるわけで、そういうことがプロデューサーの役割の一つではあるんですよ。ところが日本の場合、みんな雇われです。ですから利益のパーセンテージをもらうってことがほとんどない。もらったとしても本当にこんなもので、それはみんなプロデューサーが個人でもらったものと思ってますから、それをさらに誰かに分けようなんてプロデューサー自身も持ってないし、それから制作委員会もなんでこいつらにパーセンテージなんか上げなきゃいけないのって話。だって俺たちが金出して俺たちが持ってる権利持ってるのにねっていうんで誰にも上げられないですね。だから残念ながらその感覚の違いだけじゃなくて、今言われたね、お金をみんなプロデューサーが勘違いしている。つまりそれは何かっていうと、さっき言ったようにしつこく言いますけど、お金もらう側じゃないんだと、プロデューサーは払う側なんだと、お金をね。それがねみんなねもうねもらう側って勘違いしてます。今おっしゃられてた自分の手元に残るパーセントっていうのは本当にケースバイケースなんですか、何パーセント残るかって。基本的には利益の 50% はもらえます、クリエイティブチームに。でそれは監督に、僕は自分が欲しいから他の誰にもやらないってことはで自分は 50% でもらっちゃうってことももちろんあるでしょうし、分けていくことももちろんあるでしょうし、でも基本的には大体50ですよ。で今日本ではどうでしょう、利益の 8% をもらえたらすごい大喜びするんじゃないですか。なるほど。はい、でそれは何かというと、プロデューサーがさらに配るとは誰も思ってないから。だからでプロデューサーもそう思ってないですから、仮に 8% もらえたら、で僕はさっきから言ってるように 50% もらえます。だけどみんなに渡しますから、自分の手元にそんな何十%も残るわけじゃないわけですよ。だからただ 8% だったらね、一人なんか分けられませんよ。でやっぱり僕がもらったんだなとやっぱ思いますよ。だからギャラの延長線上ですよね、せいぜいね、成功報酬ってやつで。これが最高で今8ぐらいじゃないですか。はい、多くても。すみません、あとちょっと長くなっちゃうので2つだけ聞きたいんですけど、1つ目は先ほどの話に出たスモーク、90年代の話だと思うんですけど、あの辺ってちょうど岩井俊二監督とかも出てこられて、割とインディーズがすごい元気だった時代の始まりというか、そんな印象なんですけれど、受け手がいわゆるお客さんですよね。観客のなんていうかな、受け手側の意識の変化みたいなものっていうのは今に影響してたりすると思います。そうですね、かなり影響していると思いますね。僕やっぱり頃出てきた今言った岩井さんもそうだし、いろんな人たち延長線上に今の日本映画があるような気がしてしょうがないんですけどね。その当時の東宝や松竹の作っていたメインの路線じゃなくて、頃のインディーズの路線が今のメイン路線になってるような気がするんですけどね、正直言いますと。それが結果的にアニメーションという方法であったりね、なんかはしますけれども、そっちの路線なんじゃないかと、映画の方が。どういうことですかね。
というのはなんていうのかな、今の人たちは当時はね、要するに洋画は洗練されてると、邦画はダサいというのが80年代の70年代から80年代にかけてはみんなそう思っていたはずなんです。ところが今は逆なんですよね。日本映画の方が洗練されてるってやっぱりみんな思ってるわけです。でいつの間にか邦画って言わなくなったんですね。なぜか日本映画っていうようになったんだけど、日本映画は洗練されていると。で洋画はつまらんというね、なんか本当に変わったような気がする。でそれはやっぱり今60歳近くなってしまった連中がね、あの頃結構頑張ったおかげだろうっていう気はしてますけどね。でただ、アメリカも日本もそうなんですけれども、その頃にそういうインディペンデントの動きって出てきたわけですよね。だけどそれはやっぱりね、特にアメリカってすごいのはね、やっぱり巧みに取り込んじゃうんですよ、ハリウッドっていうのは。でハリウッドの路線の中にちゃんと取り込んで、ですから2年連続アカデミー賞を取ったイネリトゥみたいにですね、あんなねバードマンにしてもですね、やっぱり難しいですよね、普通だったら。今までのハリウッドはちょっと考えられないような、それをお金をかけて作って、昔だったらインディペンデント映画ですよ、はっきり言って主題は。でもあれが立派なハリウッド映画として、ビジネスもある程度成功してっていうことができるわけですから、しかもアカデミー賞2年連続、キャメラマンに至っては3回連続ってわけですからね、すごいことだと思うんですけど、でそれが日本映画でも起こっていて、同じようなことが起こっているんじゃないかなっていう気はするんですけどね。ですから昔の人たちの僕らが例えばビジネスやっていく上で、当時すごく役に立ったのはやっぱり黒澤明、小津安二郎、溝口健二の3人だったんですよ。と日本が金持ってわーっと世界中に行った時にですね、映画界に関してはあんまり日本人バカにされなかった理由の一つはですね、金だけ持ってきた嫌なやつらじゃなかったんですよ。でそれはやっぱり黒澤を生み出した国、小津が映画を作った国っていうんで、みんなが尊敬とまで言わないけど、日本に対してある種の敬意を、文化的な敬意を払ってくれた。だから僕らみたいなやつらが行って映画を俺をアメリカで映画作るんだって生意気なこと言ってもですね、許してくれたのはやっぱり単に金に明かして金だけでやってきた嫌なやつらっていう印象がなかったからだと思うんです。でそれのおかげというのは本当に黒澤明とか小津安二郎のおかげであって、でそういう蓄積があったからこそなんとか僕らできた。でと同時にね、それが断絶があって、小津安二郎、黒澤明、溝口健二といったようなものと今言われて岩井さんたちの世代の間にはかなり幅があってね。で日本映画最低に落っこっちゃって全然ダメでっていう時代が続いたんですけれども、今でも続いてるのかもだけど、でもね数本は、ちゃんとしたものできるし、特にアニメーションに関してはやっぱりなかなかすごいもんですよ。好き嫌いは別としましてね。その断絶があった後にそうです、なんか生まれたんだろうと思うんですけどね。それのは是枝さんなんかもそうなのかもしれないけど、岩井さんとかそういう人たちの、テレビから出てきた人たちの新たな感性っていうのは確かにあるでしょうね。なるほど。はい。じゃあちょっとすみません、最後に、はい、これからの日本映画というくくりがいいのか分かんないんですけど、どういったビジョンで進んでいくのかなみたいなのは何かしら感じてらっしゃると思うんですけど。自分自身としてはね、やっぱりもう結構長くやってますから、今の状態嘆いてもしょうがないんで、というのは天に唾するようなもんですからね。今の状態がもし悪いんであれば、お前40年もやってきてね、お前何もできなかったのかって言われて責められてもしょうがないわけで、だからあんまり今の悪口を言いたくないんですけど、それ自分で自分につばせるみたいなもんだから、別に擁護するわけじゃないですけどね。
ただどうしていくかっていうことに関してはもうちょっとやっぱり若い世代に任せないとダメだと思いますからね。で僕らはできるだけもう引っ込んでた方がいいと本当に本当にそう思います。それはねだからまあ生きていけないから仕事をちょびちょびっとはやりますけどその程度にしようかなというふうには思ってます。もう今更例えば僕が出てたからってなんかあれを変えられるわけでもないし、それから例えばスモークの話をして20年前以上前の話をしてねもう思い出話みたいなもんですよ。そうするとそれでもって何か物事を変えるっていうんだったら、もう20年前に変わってなくちゃいけないわけでね、本来は。だから残念ながら変わるわけはないんで、まあ何かができればそれは嬉しいですけど、今のところどういう方向にすべきかっていうようなことはあんまり考えてないですね。なんかこうもっと日本のプロデューサーがそのインターナショナルなプレイヤーになっていくとか、そういった知識だったり、僕ね、知識はね必要だろうと思うんですけどね、ただねプロデューサーってそれは俳優もそうだろうし監督もそうなんだろうけど教えられないんですよ。ただ基礎的な知識っていうのは誰でも勉強できる。僕は自力でもって一生懸命やって10年間かかって得た知識の部分ですね。知識の部分は実は教えることは可能なんです。もっと短いですね。僕は10年かかったけどそれを例えば3ヶ月で教えることは可能なんですね。でもそれ全体の 20% ぐらいなんですよおそらく。あんまり正確じゃないけど大体 20% ぐらいで残りの 80% ってねやっぱりやんなきゃわからん。やってみなければね。で3本もやればねもう本当にもうほとんどわかりますよ。で最後の 10% はわからないんです。でこれは誰もわからないんです残念ながら。だから 20% ぐらいは勉強でなんとかなる。残りの 70% ぐらいは経験を積むことによって3本も映画やればねもう2本でも僕は大丈夫だと思うぐらいいっちゃうと思うんですよ。でどうせ最後の 10% なり 20% なり分からない。どうせ何年やろうとどうせだから面白いですよ。だからこそ面白いんです。どうなるか分からないんだもん。それこそインディペンデントのプロデューサー監督、それこそ俳優さん、なかなか日本だとそれこそオーディションさえもなかなかないような状態なんですけど、そういった方々に、今日長くお話しさせていただいたように、いろんな時代の流れもあると思うんですけど、なんかこう未来に向けたなんかないですか？もう作るしかないですね。作るしかないですね。